何これ、x ジャパンに聞こえない。8月8日、x ジャパンのリーダーである YOSHIKI 氏が自身の X アカウントで疑問を投げかけました。この件何も知らないんだけど、こういうのってあり。ファンのみんな、何が起こっているのか教えて。この衝撃的な X の投稿から、全ては始まりました。人気アニメダンダダンの劇中歌が、彼の代表曲紅に酷似しているという疑惑。それは、単なるファン同士の噂話を、世界中を巻き込む大論争へと、一瞬で変えてしまったのです。オマージュか、パクリか、そして、日本の創作文化に、一体何が起きているのか。この動画では、リアルな海外の反応、称賛の声である賛と、批判の声である非、その双方の真相に迫り、より素敵な日本になるための改善ポイントを探っていきます。この動画は家事や散歩をしながらラジオのように聞き流しもできます。また、本編に入る前にいいねとチャンネル登録をいただけるととても感謝感激です。応援よろしくお願いいたします。それでは本題の分析に入りましょう。第1章、事件発生、YOSHIKI、深夜の SNS に何を投稿したのか。それは一本のあまりにも無防備なつぶやきから始まりました。2025年8月7日木曜日の深夜、多くの人々が一日の疲れを癒すべく深い眠りについていた。まさにその時間、アニメダンダダン第2期第18話家族になりましたの放送が MBS-TBS 系列の全国28局で静かに始まりました。物語が最高潮に達したその時、劇中に登場するバンド林が新曲フンティングソウルを熱唱します。それは日本のロック史に燦然と輝く x ジャパンの伝説的な楽曲紅を彷彿とさせる、激しくもどこか切ないハイスピードなメタルナンバーでした。圧倒的な作画クオリティと豪華すぎる制作陣、ボーカルは声優界屈指の歌唱力を持つ谷山紀章、ギターには元メガデスのマーティ・フリードマン。そのサウンドは多くの視聴者を熱狂の渦に巻き込みました。しかし、その熱狂は放送終了からわずか数時間後、x ジャパンのリーダー、YOSHIKI本人によって投稿されたたった1行のツイートによって全く別の種類の熱狂へと変わります。その投稿が日本と世界中を巻き込む大きな議論へと発展してしまったのです。海外の反応、称賛、神回誕生、日本アニメの底力。当初、海外のリアルタイム視聴組の反応は、純粋な称賛と熱狂に満ち溢れていました。彼らにとって、このシーンは日本のアニメ制作会社が、その持てる技術と音楽への深い愛情を惜しげもなく注ぎ込んだ、伝説的な神回の誕生と映ったのです。海外の巨大掲示板レディットや各種 SNS には、次のような声がリアルタイムで溢れ返りました。なんだこのクオリティは、作画も音楽も完全に劇場版レベルじゃないか。ダンの制作陣は本当に音楽が好きなんだな。これは単なるパロディではない。最高のラブレターだ。音楽のクオリティが高すぎて、一つの独立した楽曲としてリリースしてほしい。この熱狂の背景には、制作を担ったスタジオサイエンスサルへのもともと高い評価と期待がありました。過去に映像犬には手を出すな。や犬王といった作品で国内外からカルト的な人気を獲得してきた同スタジオは、予測不能な動きと独創的なビジュアル表現で知られています。ファンはこの林のライブシーンにも、まさにそのスタジオの真骨頂であるキャラクターの感情と音楽が一体となったダイナミックな表現を目の当たりにし、改めてその実力に感嘆したのです。この時点ではまだ誰もこの完璧なオマージュが数時間後には深刻な著作権侵害の疑いをかけられることになるとは夢にも思っていませんでした。海外の反応、批判論調から読み取る改善ポイント、元ネタ至上主義への冷ややかな視線。しかし、その熱狂の片隅で、一部の特に欧米の若い世代からは、少し冷ややかな視線も同時に生まれていました。彼らにとっては、そもそも元ネタである紅や x ジャパンというバンド自体が馴染みのない存在でした。彼らはリミックスやマッシュアップ、サンプリングといった手法がごく自然に存在するデジタルネイティブ世代です。彼らの中には次のような意見を持つ者も少なくありませんでした。元ネタが何であれ、この曲自体が最高にクールなのだから、それでいいじゃないか。なぜ日本のファンはいつも元ネタオリジナルにそんなにこだわるんだ。創造性はもっと自由であるべきだ。こうした意見の背景には、日本と欧米における作品に対する価値観の
根本的な違いが存在します。日本では作品は作者の魂が宿る不可侵の聖域として捉えられる傾向が強いのに対し、欧米、特にアメリカのポップカルチャーでは作品は誰もが自由に引用し、解釈し、新たな創造の素材マテリアルとして活用できる共有財産としての側面も持ち合わせています。この世代や文化の違いから来る小さな、しかし決して無視できない価値観のズレこそが、この後巨大な論争の火種となって世界中に燃え広がっていく最初の予兆だったのです。改善のポイントとは。私たちは果たして同じものを同じように見ているのでしょうか。この避けられない価値観の断絶に対し、私たちが学ぶべき改善ポイント、それは自社のコンテンツの楽しみ方をファンに押し付けないという謙虚な姿勢です。企業は自らが意図した公式の楽しみ方だけが唯一の正解だと思いがちです。しかし現代のファンは企業が想像もしなかったような自由な文脈でコンテンツを切り取り解釈し楽しむ恐るべき天才たちです。その創造性を頭ごなしに否定するのではなく、むしろ彼らの視点から自社のコンテンツが世界からどう見えているのかを謙虚に学び、次の戦略に生かしていく。具体的にはグローバルリスニングプログラムのようなものを企業のマーケティング部門や広報部門が公式に導入することです。1、多言語での SNS モニタリング。英語圏だけでなく中国語、スペイン語、フランス語など主要な言語圏の SNS やファンコミュニティでの自社製品に関する議論を専門チームが常時ウォッチし、その内容を定性的に分析する。2、ファンクリエイターとの定期的な対話。自社の作品を用いて優れた二次創作や批評活動を行っている海外のファンを招待し、彼らがどのように作品を解釈し楽しんでいるのかを直接ヒアリングする場を設ける。3、異文化理解研修の徹底。海外展開を担当する部署だけでなく、国内のクリエイターや企画担当者に対しても宗教学者や文化人類学者を招き、各国の文化背景や価値観の違いについて学ぶ研修を必須化する。こうした聞く力への投資こそが多様性の時代に企業が生き残り、世界中のファンから真に愛されるための必須のスキルではないでしょうか。クリエイターの意図とファンの解釈のすれ違い。この問題の根底には、そもそもこの楽曲はパクリなのか、それともオマージュなのかという極めて根源的な問いが横たわっていました。次章ではダンダダンの制作陣が公式に何を語ったのか、そしてその言葉がなぜさらなる火に油を注ぐ結果となってしまったのか、その真相に迫ります。第2章、制作陣の意図。これはパクリかオマージュか、これは計算され尽くした革新犯的な愛の表現だったのかもしれません。吉木氏の発言を受けて騒動が拡大する中、ダンダダン制作委員会は公式サイト上で異例の声明を発表しました。そこに書かれていたのは形式的な謝罪の言葉ではなく、このシーンに込められた制作陣の熱すぎるほどのリスペクトの表明でした。特にボーカルを担当した声優の谷山紀章氏は公式サイトのコメントで次のように語っています。学生時代にコピーバンドで何度も挑戦し、そのあまりの難易度の高さに挫折したあの伝説の楽曲、時を超え最高の布陣でこの曲へのリスペクトを表現できたことを心から光栄に思います。しかし、この作り手の愛情に満ちたメッセージは結果として論争を沈静化させるどころか、むしろさらに大きな炎を呼び覚ますことになってしまいました。なぜ彼らの善意は一部のファンには全く届かなかったのでしょうか。その背景には作り手の表現したい愛と受け手が求める示してほしい敬意との間に存在する致命的なまでの認識の断絶があったのです。海外の反応、称賛、本気が生み出す魂のクオリティ。海外の特に日本のポップカルチャーに精通したファンやクリエイターたちはこの制作陣のスタンスを全面的に支持しました。彼らはこのシーンの細部に宿る異常なまでのこだわりと技術力の高さに作り手からの本気のメッセージを明確に感じ取ったのです。彼らは SNS 上で次のようにその感動を言語化していきました。ただのパロディならここまでコストと手間はかけない。これは作り手が自分たちの魂を削ってでも表現したかったリスペクトの形なんだ。マーティ・フリードマンを起用した時点でこれは音楽への本気の愛の告白だ。それを理解できない人間は何も分かっていない。この騒動のおかげで逆にこのアニメがどれだけ本気で作られているかが
世界中に伝わってしまった。マーケティングとしては大成功かもしれない。こうした称賛は日本のクリエイターが持つ特有の職人型芸の評価とも言えます。例えば漫画ジョジョの奇妙な冒険では登場人物やスタンド特殊能力の名前に海外のロックバンドやミュージシャンの名前が数多く引用されていますが、それは作者の荒木博彦氏の深い音楽愛の表れとしてファンから熱狂的に支持されています。今回のダンダダンのケースもこうした分かる人には分かるという作り手と受け手の幸福な共犯関係の一環として多くの海外ファンには受け止められたのです。彼らにとってこれは単なる盗用や模倣などでは断じてありえない。むしろ日本のトップクリエイターたちがそのプライドをかけて伝説への挑戦状を叩きつけた感動的なドキュメントとして映っていたのです。海外の反応、批判論調から読み取る改善ポイント、リスペクトという言葉の一方的な乱用。しかし、その一方で、リスペクトという言葉さえ使えば何をしても許されるのかという極めて厳しい批判の声もまた同時に強く上がっていました。特にビジネスの世界で知財やライセンス契約の重要性を熟知している層からは、制作人の態度をプロ意識に欠ける独りよがりな言い訳だと断じる声が相次いだのです。国際的なビジネスの現場では、リスペクトという主観的な概念は客観的な手続きによって示されるべきだと考えられています。すなわち、事前の連絡、交渉、そして契約書とライセンス料という具体的な形です。この視点から見れば、事前に連絡を取らなかったという一点において、制作人の言い分は説得力を失うと指摘されても仕方がありません。さらに、ブランド戦略の専門家たちの間では、吉木氏が長年かけて築き上げてきた x ジャパンというブランドの価値を無断で自社の作品の宣伝に利用したブランドのただ乗りフリーライドとみなされるリスクがあるという分析もなされます。愛情の表明であったとしても、それが相手のブランド価値を毀損したり、意図しない形で消費したりするリスクを考慮しない姿勢は、プロフェッショナルとしての危機管理能力の欠如を露呈しているという厳しい見方です。改善のポイントとは、あなたの愛は相手にとって本当に幸福なのでしょうか。この独りよがりな愛情の暴走を防ぐために私たちが学ぶべき改善ポイント、それはリスペクト尊敬とエンパシー共感を明確に区別し、後者をより重視する組織文化を構築することです。リスペクトは相手を神格化し遠くから崇める一方通行の感情になりがちです。しかしエンパシーは相手の靴を履いてみる、すなわち相手の立場に立ってその痛みや喜びを具体的に想像する双方向のコミュニケーション能力です。今回の制作陣にもし吉木氏の立場に立つエンパシーが少しでも働いていれば、彼がこのシーンを何の連絡もなく見たらどう感じるだろうか。彼が大切に守ってきたブランドイメージを傷つける可能性はないだろうかという想像力が働いたはずです。このエンパシーは個人の資質の問題だけではありません。組織として仕組みで育むことが可能です。1、クリエイティブレッドチームの設置。企画開発の段階で意図的に権利者の視点に立ってあらゆるリスクや問題点を洗い出す専門チームレッドチームを編成する。彼らの役割は企画を批判し、潜在的な炎上の火種を事前に発見し報告することです。2、共感力を図る人事評価制度の導入。プロジェクトの成果だけでなく他部署との連携においてどれだけ相手の立場を理解し円滑なコミュニケーションを図れたかといったエンパシーに基づく行動を人事評価の重要な項目として位置づける。3、失敗事例の共有と学習。他社で起きた炎上事例などを単なるゴシップとして消費するのではなく、その原因を構造的に分析し、もし自社が同じ立場だったらどうすれば防げたかを議論するケーススタディ研修を定期的に実施する。企業の研修で論理的な思考力だけでなく、このエンパシーを体系的にトレーニングする。それこそが意図せざる炎上を防ぎ、顧客やパートナーと真の信頼関係を築くための最も確実な一歩となるのです。作り手の意図しない形で事態は最悪の方向へと転がり始めていました。そしてついに沈黙を続けていたあの男が動きます。次章ではこの物語の最重要人物吉木本人が SNS に投稿したあまりにも率直な本音と、その発言がなぜさらに世界を賛否両論の渦へと巻き込んでいったのか、その詳細を追いかけます。第3章、当事者発言、吉木が語った本音。
騒動の渦中、吉木氏が示唆したとされる連絡をもらえれば、むしろ協力したかったという思い、これこそが他の巨大な論争の真の核心を象徴しています。彼の感情の矛先は楽曲が似ていることそのものではなく、むしろそのプロセス、すなわちクリエイターとして魂を削って生み出した作品が、事前の相談や敬意の表明もなく、商業作品の中でいわばコンテンツとして軽々しく消費されたと感じられた、その一点に向けられていたのではないでしょうか。彼が X に投稿した一連のコメントを時系列で丹念に追っていくと、その心の動きが手に取るようにわかります。1、驚きと困惑。何これ、x ジャパンに聞こえない。この件何も知らないんだけど、こういうのってあり、ファンからの指摘で事態を把握した彼の率直な第一声でした。ここには怒りよりも先に純粋な知らされていなかったことへの驚きが見て取れます。2、不満と悲しみ。この制作チーム、事前に一言ぐらい言ってくれればよいのにね。ここには単なる怒りというよりは、一種の寂しさやクリエイターとしての矜持を軽んじられたことへの悲しみが滲んでいます。まるで大切に育てた我が子が知らないうちに見知らぬ場所で違う名前で呼ばれているのを発見したかのような複雑な心境が伝わってきます。3、事態の深刻化。最初これを知った時はなんだか面白くて笑っていたら、弁護士たちから連絡が来た。著作権侵害の可能性があるとのことで、どうなるのだろうね。この時点で問題は単なる感情論から法的な権利侵害の可能性という無視できない公的な次元へと移行しました。吉木氏自身ももはや個人の感情だけでは済まされない社会的な立場に置かれたことが示唆されています。4、業界への継承。皆さん、この手のものは多分先に関係者へ連絡した方がいいみたいだよ。いろいろと面倒なことになっちゃうかも。これは単にダンダダンの制作陣に向けたメッセージではなく、彼が愛するクリエイティブ業界全体への愛情のこもった継承と受け取れます。しかし、彼の真意は制作サイドを一方的に断罪することではありませんでした。彼は著作権の複雑さについて、x ジャパンの紅の著作権はソニーミュージックパブリッシングが管理しています。作曲したのは自分ですが、私自身もこの曲を使用する際には自分でさえも許可を得ることがよくありますと、自身の経験を交えて丁寧に解説しました。これはたとえ同じソニーグループ内の仕事であったとしても、あるいは著作権管理団体から包括的な許諾を得ていたとしても、法的な手続きとクリエイター本人への敬意は全く別の問題であるという彼の確固たる哲学を示しています。これは金銭的な問題ではなく、クリエーションの根源に存在する魂の尊厳をめぐる戦いだったのです。海外の反応、称賛、対立ではなく融和を望む成熟した姿勢。当初、吉木氏の反応を感情的すぎる過剰反応ではないかと見ていた海外のメディアやファンも、彼が冷静かつ丁寧に自身の立場を説明し始めると、その論調を変化させていきました。特に彼自身も著作権の許可取りが必要だと告白したことは、多くの人々に彼の主張の正当性を納得させました。海外のファンからは、吉木の言うことはもっともだ。どれだけ素晴らしいオマージュでも本人に一言伝えるべきだった。これは法的な問題以前に人間としてのリスペクトの問題だ。といった彼のスタンスに理解を示す声が多数寄せられるようになりました。この流れを決定的にしたのが、騒動の翌日に投稿された彼の謝罪と歩み寄りのメッセージです。今回の件、急に連絡が来て驚いて、ついつぶやいちゃいました。お騒がせしてすみません。ごめんなさい。自分もアニメファンで、こういう作品は好きなので、前向きな方向に進むことを願っています。こうした一連の対応は、海外メディアからも注目され、自己の権利主張を超え、業界全体の健全な発展を願う対極的な視点に基づいているといった評価も見られました。彼のこの成熟した対応は、海外メディアから見ればまさにグローバルな文化の動向に影響を与えるエルダーステーツマン長老重鎮と評されるに値するものでした。海外の反応、批判論調から読み取る改善ポイント、パンネル攻撃という拭えない懸念。しかしその一方で、吉木氏のような絶大な影響力を持つ人物が、公の場で特定の作品に苦言を呈すること自体がもたらす
根強い懸念も表明されました。特に日本の SNS では、YOSHIKI の一言で彼の熱心なファンたちが制作スタッフを個人攻撃している。これは一種のファンネル攻撃ではないか。影響力のある人間が公の場で発言することの危険性を理解しているのかといったYOSHIKI氏の影響力の大きさとその行使の仕方自体を問題視する声が上がりました。この現象がもたらすチリングエフェクト萎縮効果はパロディやオマージュといった文化にとって致命的です。これは法的な訴訟リスクだけでなくファンによる激しいサイバー攻撃や SNS での炎上を恐れるあまりクリエイターが自主的に表現を抑制してしまう現象を指します。海外のデジタル著作権の専門家からはクリエイターが訴訟だけでなくファンによる激しいサイバー攻撃を恐れるようになれば自由な創作活動は深刻に脅かされる。それは文化の死につながりかねないといったより踏み込んだ警鐘が鳴らされました。この意見は創造的な活動で生計を立てる若いクリエイターたちの切実な不安を代弁しています。改善のポイントとは、尊敬は強制されるものではなく自然に生まれるべきものです。この世代や立場の違いから生じる断絶に対し日本が学ぶべき改善ポイントは何か。それはトップダウンの指導ではなく世代を超えた対話のプラットフォームを意図的に構築することです。今回の騒動の根源がクリエイター同士のコミュニケーション不足であったならばそれを防ぐための具体的な仕組みを社会が用意すれば良いのです。例えば音楽業界団体例日本レコード協会やアニメ業界団体例日本動画協会が主導しベテランと若手のクリエイターが定期的かつ対等な立場で意見交換を行うリバースメンタリングセッションを制度化するのです。1、目的の明確化。このセッションの目的はどちらが正しいかを決めることではなく互いの文化と価値観を学び合い未来の協業の可能性を探ることにあると明確に定義する。2、双方向性の担保。ベテランが若手に長年の経験や著作権の複雑さを伝えるだけでなく若手がベテランにリミックスやマット動画が当たり前にある新しい SNS 時代の価値観やテクノロジーファンコミュニティの力学をレクチャーする時間を等しく設ける。3、安全な場の提供。中立的なファシリテーターを配置しいかなる発言も個人攻撃の対象とならない心理的安全性が確保された環境を作る。目指すべきは序列による支配や一方的な指導ではありません。世代を超えた知恵と感性のダイナミックな交換を通じて業界全体が有機的に進化していく創造的な生態系を育むこと。それこそが権威主義だといった痛烈な批判を乗り越えより豊かな創作文化を築くための唯一の道筋ではないでしょうか。ベテランが重んじる礼儀と若きクリエイターたちが求める自由、2つの正義はインターネットという広大な闘技場でどのように衝突し世界を巻き込む炎上へと発展していったのでしょうか。次章ではこの論争の主戦場となった海外の巨大掲示板レディットに焦点を当て世界中のユーザーが繰り広げた賛否両論の激しいバトルの実態を生々しくレポートしていきます。第4章、海外炸裂レディットで起きた大論争。ベテランが重んじる礼儀と若きクリエイターたちが求める自由、2つの正義は海外の巨大掲示板レディットでどのように衝突し世界を巻き込む炎上へと発展していったのでしょうか。世界中のユーザーが繰り広げた賛否両論の激しいバトルの実態を生々しくレポートしていきます。YOSHIKI氏の発言から数時間後、レディットのアニメ関連コミュニティの中でも最大級の規模を誇り数百万人のユーザーを抱えるラニムに一本のスレッドが立ちました。日本のレジェンドバンド x ジャパンのリーダー YOSHIKIがアニメダンダダンのパロディシーンに苦言。これってどう思う？この問いかけはまるで静かな湖に投げ込まれた巨石のように瞬く間に数千のコメントが寄せられる巨大な波紋を広げていきました。それは文化と世代を超えたグローバルな大論争の幕開けでした。海外の反応、称賛、多様な視点が交差する集合地のプラットフォーム。このレディットという空間の最も素晴らしい点、それは世界中から多様な背景を持つ人々が集まり、それぞれの知識や視点を持ち寄ることで、一つの問題を多角的に、そしてより深く理解できる集合地が自然発生的に生まれることです。例えば、法律を学ぶ学生だと名乗るユーザーは、日本の著作権法における著作者人格権の強力な保護と、アメリカの著作権法におけるフェアユースの柔軟な考え方の違いを、実際の判例を交えながら
専門家顔負けの知識で詳細に解説しました。彼はヒップホップグループミライブクルーによるロイ・オービソンの楽曲のパロディがフェアユースと認められた最高裁判例を引き合いに出し、アメリカであればダンダダンの表現は変容的利用として保護される可能性が高い。しかし日本の法律は著作者の精神的な利益を重んじるため、単純な比較はできないと法文化の違いを浮き彫りにしました。また、90年代から日本のビジュアル系シーンを追いかけてきたと語る。ドイツ在住のユーザーは x ジャパンというバンドが日本のロックシーンでいかに神格化された存在であるかをその歴史とともに情熱的に語りました。彼らは派手な見た目と過激な音楽で当時の日本の保守的な音楽業界の常識を破壊した革命家だった。インディーズから東京ドームを満員にするという前人未到の道を切り開いた存在であり、その作品は単なる楽曲ではなく多くのファンの人生そのものなのだと、さらに現役のアニメーターだと名乗るユーザーは制作現場の厳しいスケジュールと予算の中でいかにクリエイターたちが元ネタへのリスペクトを込めてパロディシーンを作っているか、その内情を切実に訴えました。例えば新世紀エヴァンゲリオンが数々の特撮作品や SF 映画へのオマージュに満ちているように、アニメーターは自分の好きな作品への愛を作中に忍び込ませることでモチベーションを保っている側面がある。これは苦しい制作現場におけるささやかなしかし重要な創造性の発露なのだと、これらの無数のコメントが互いにつながり補い合うことで、当初は単なる有名人のゴシップとして消費されかねなかったこの問題は法律、文化、そしてクリエイターの労働問題までをも内包する極めて知的で奥行きのある議論へと昇華されていったのです。これは SNS が可能にした21世紀の新しい言論空間の理想的な姿の一つと言えるでしょう。海外の反応、批判論調から読み取る改善ポイント、エコーチェンバーが対立を増幅させる。はい。しかし、光が強ければ影もまた濃くなります。この集合地のプラットフォームは、一歩間違えれば自分と似た意見ばかりが反響し合い、特定の考えが増幅先鋭化していく、エコーチェンバー現象を引き起こす危険性を常にはらんでいます。一度、YOSHIKIは新しい才能を潰す、老害だという意見が多くの賛同、ウプボートを集めると、それに異を唱える意見は時代遅れの信者として徹底的に攻撃、ダウンボートされ可視化されなくなっていきます。逆に制作陣は敬意のかけらもない、ただの盗っ人だという意見が優勢になれば、それに少しでも同情的な意見は文化の破壊者として非難の十字砲火を浴びることになるのです。議論は論理的な正しさを競う場から相手の主張の欠点を挙げつらうストローマン、藁人形論闘や論点をそらす What aboutism、そっちこそどうなんだろうが横行する感情的な消耗戦へと変質していきました。社会心理学者ジョナサン・ハイト氏の理論を借りてこの現象を分析することも可能でしょう。彼はその著書「社会はなぜ右と左に分かれるのか」の中で、人間が自分たちのグループを守るために他者を攻撃してしまう部族主義的直感という概念で説明しています。彼の道徳基盤理論に基づけば、YOSHIKI派は忠誠、レジェンドへの忠誠や権威、大御所への敬意、神聖、作品の神聖さといった道徳基盤を重視し、ダンダダン派は自由、表現の自由や公正、フェアな創作活動を強く訴えていたと分析できます。互いが全く異なる道徳的言語で正義を叫んでいたため、対話が成立するはずもなかったのかもしれません。改善のポイントとは、私たちは本当に自分の頭で考えているのでしょうか。このネット空間が抱える根源的な課題に対し、日本が世界に示すべき改善ポイント、それは対立の可視化ではなく、合意形成のプロセスを可視化するプラットフォーム設計を世界に先駆けて提案することです。現在の SNS の多くは、いいねやアップボートの数で対立を煽る意見ほど目立つように設計されています。そうではなく AI の力を活用し、異なる意見の中から共通の価値観や合意可能なポイントを自動的に抽出し、ユーザーに示すのです。例えば、分析結果。
このスレッドの9割以上のユーザーが、吉木派、ダンダダン派を問わず、クリエイターへの敬意は重要であるという点で一致しています。議論の対立点は、敬意をどのように表現すべきかに集中しています。といった具合に、対立の溝を強調するのではなく、乗り越えるための橋をテクノロジーの力で架ける、相手を打ち負かすための議論ではなく、互いの理解を深めるための対話こそが価値なのだと、社会全体の認識を変えていく。これは、政治学における熟議民主主義の理念をテクノロジーで実現しようとする試みとも言えます。それこそが、ネットの分断という世界共通の課題に対する日本ならではの独創的な解決策となるのではないでしょうか。海外のネット空間でこれほど巨大な議論が巻き起こっている頃、その震源地である日本では一体何が起きていたのでしょうか。次章ではこの論争が日本国内のファンたちをいかにして深く、そして悲しい内戦へと引きずり込んでいったのか、その実態を克明に追っていきます。第5章、日本国内、ファンが二分した反応。それは愛するがゆえの悲しい内戦でした。海外で巻き起こった巨大な論争の波は時差を超え深夜の日本列島に上陸しました。そして夜が明ける頃には X のトレンド欄はダンダダン炎上、吉木発言、オマージュ VS パクリといったハッシュタグで完全に埋め尽くされていたのです。しかしそこで起きていたのは海外の論争とは少し質の違う、より感情的で、そしてより複雑な対立でした。世界の吉木がアニメのパロディごときで大人げないという吉木氏の人間性にまで踏み込む厳しい批判の声。吉木の一言で信者たちが制作スタッフを個人攻撃している。これは一種の死刑、リンチではないかというその絶大な影響力への深刻な懸念を示す声。そしてこれは制作陣からの最大限のリスペクトだ。愛情がなければここまで作り込めないとアニメ制作サイドを断固として擁護する声。音楽ファンとアニメファン、x ジャパンと共に時代を歩んできた上の世代とダンダダンに熱狂する若い世代、その価値観の違いが複雑に絡み合い、日本のネット空間はまるで地殻変動が起きたかのように深く、そして悲しい分断に激しく揺れたのです。特に吉木氏が問題を公の場で提起したことに対し、裏でやってくれという批判が相次ぎました。ダンダダンの制作にはソニーミュージックエンタテインメントの子会社であるアニプレックスが関わっており、紅の著作権管理は同じくソニーグループのソニーミュージックパブリッシングが言っているため、グループ内で解決できたはずだという指摘です。この点が問題をより感情的なこじれへと発展させました。海外の反応、称賛、多様な意見を許容する成熟したファン文化。この日本国内の一見すると混沌とした状況を意外にも日本のファン文化が成熟期に達した証だと高く評価する海外からの視点も考えられます。例えば近年の K-POP ファンの動向などを研究するカルチャー評論家のような立場からは次のような分析がなされるかもしれません。かつてファンコミュニティはカリスマに対し盲目的に従う集団とみなされがちだった。しかし現代ではファン一人一人が自らの頭で考え情報を吟味したとえそれが長年崇拝してきたアーティストへの批判であっても臆さずに意見を表明する。これはファンが単なる文化の消費者ではなく文化を共に作り育てる主体的な市民へと変化したファンポリティクスの覚醒と呼べる現象だ。またフランスの社会学者ピエール・ブルデュが提唱した趣味テイストの概念を援用すれば、この論争はファンが自らの文化的階級やアイデンティティをかけて真剣に知的格闘を行っている極めて高度な文化的実践であると分析することもできるでしょう。彼らの分析は日本のファンがもはや受け身の存在ではなく自らの意見で文化の方向性に影響を与えようとする能動的な存在へと進化したことを肯定的に捉えています。海外の反応、批判論調から読み取る改善ポイント、対立を煽る炎上ビジネスと建設的対話の欠如。はい。しかし、その知的格闘が単なる罵り合いに終始し、建設的な対話へとつながらない日本のネット空間の現状を構造的な欠陥として厳しく問題視する声も強くあります。デジタルメディアのビジネスモデルを分析する専門家たちは、
日本の炎上は自然発生しているのではない。アクセス数を稼ぐために意図的に設計されていると、その背後にある炎上ビジネスの存在を指摘します。日本のまとめサイトや一部のインフルエンサーは、ファン同士の対立を広告収入を得るための燃料として利用している。秘宝、良しき、老害化するといった戦場的な見出しで、最も過激で感情的な意見ばかりを意図的に切り取り拡散することで、人々の怒りや不安を増幅させる。結果、冷静な議論の場が根こそぎ奪われる。この問題をさらに深刻にしているのが、プラットフォーム側の責任感の欠如です。例えばドイツでは、ネットワーク執行法により、SNS 事業者は違法コンテンツを24時間以内に削除する義務を負うなど、プラットフォームが公共的な言論空間を提供する社会的責任を自覚するよう法的な整備が進んでいます。しかし、日本の事業者からは、その責任感が希薄に見えるという批判は、海外のメディア研究者からたびたび指摘される点です。この姿勢が日本のネット空間を不毛なヘイトの温床にしているという厳しい意見です。さらに、プラットフォームのアルゴリズム自体が社会の分断を助長しているという構造的な問題も指摘されています。エンゲージメント、関与の最大化を目的とするアルゴリズムは、対立を煽るような過激なコンテンツほど、より多くのユーザーの目に触れるように設計されているためです。改善のポイントとは、私たちは見えない誰かに憎しみをコントロールされているのかもしれません。この深刻な課題に対し、日本が示すべき改善ポイントは何か、それは建設的対話の場を意図的に社会インフラとして設計し、提供することです。炎上は自然現象ではありません。プラットフォームの設計思想を変えれば、対話の質を高めることは可能です。例えば、メディアやプラットフォーム事業者が社会的責任として新しいコメントシステムを共同で開発導入するのです。AI モデレーターが単なる罵詈雑言をフィルタリングするだけでなく、建設的な意見や根拠のある反論、問題解決につながる提案を自動的に検出し、上部に表示する。いわば炎上スコアではなく、貢献スコアでコメントが評価される言論空間です。さらに、対立の当事者たちが和解へのプロセスを社会に示すことも重要です。吉木氏サイドとダンダダンの制作委員会が脳科学者の茂木健一郎氏や哲学者茅野俊人氏のような中立的なファシリテーターを交え、公開対話の場を設ける。どちらが正しいかを裁くのではなく、なぜすれ違いが起きたのか、この経験から何を学ぶかを社会に示す。その誠実な対話のプロセス自体が怒りの連鎖を断ち切り、対話の価値を社会に再認識させるのです。個人の善意に期待するのではなく、健全な議論を誘発する仕組みを社会全体で構築していく。それこそがネットの分断を乗り越えるための具体的で実行可能な一歩となるでしょう。ファン同士の感情的な対立の根底には、そもそも今回のケースは法律上許されるのかというドライな問いが横たわっています。次章では一旦この熱い感情論から離れ、著作権法の専門家の視点からこの問題の違法性について冷静に分析していきます。一体日本の法律はこの新しい形の創造性をどのように裁くのでしょうか。第6章、法的分析。これって本当に違法なの？すべての論争は結局法律上、これは白なのか黒なのかという冷たい問いに集約されます。感情論や文化論だけでは企業の存続に関わるリスクはヘッジできません。では、今回のケースは日本の法律の下ではどのように判断されるのでしょうか。日本の著作権法では、著作権侵害が成立するかどうかを判断する際、主に2つの要件が問われます。1つは既存の著作物をもとに創作したかを示す依拠性。もう1つは表現が具体的に似ているかを示す類似性です。今回のケースでは、制作人が紅を参考にしたことはインタビューなどから明らかであり、依拠性は認められる可能性が極めて高いでしょう。したがって最大の争点は、類似性が著作権を侵害するレベルに達しているか、そしてこの表現がパロディとして法的に許容されるかどうかという点に絞られます。しかし、ここに日本の法制度が抱える大きな課題が潜んでいます。アメリカの著作権法にあるフェアユース、公正な利用のような批評、研究、報道、そしてパロディといった目的での利用を包括的に保護する規定が日本には存在しないのです。
さらに今回のケースで吉木氏が最も重んじているのは財産的な権利以上に著作者人格権、特にその中核である同一性保持権であると考えられます。これは自分の著作物の内容や題号を意に反して改変されない権利です。たとえ悪意のないオマージュであっても、原作者が自分の作品の世界観が歪められたと感じれば、この権利の侵害を主張できるのです。この著作者人格権は他人に譲渡することができず、クリエイターの魂そのものを守るための最後の砦とも言える強力な権利なのです。この法的な曖昧さとクリエイターの精神的利益を重んじる思想が問題をより複雑にしている根本原因と言えるでしょう。海外の反応、称賛、厳格な法解釈がクリエイターの魂を守る。はい、この日本のパロディへの厳格な姿勢と強力な著作者人格権の保護をクリエイターの権利と作品の尊厳を守るものとして高く評価する声が特にヨーロッパ大陸の放送界から上がっています。フランスやドイツなど大陸法系の国々では著作権を単なる財産権ではなく作者の人格や名誉を守る著作者人格権として非常に重視する伝統があります。例えばフランスの知的所有権法典では著作者の精神的利益を保護する規定が明確に盛り込まれており、安易な改変や歪曲に対して厳しい目が向けられます。過去の判例ではモノクロ映画を監督の許可なくカラー化したテレビ局が監督の色彩に対する芸術的信念を侵害したとして著作者人格権の侵害を認めたものがあります。これはたとえ商業的な価値を高める可能性があったとしても創作者の精神的な意図を何よりも尊重するという強い意志の表れです。こうした法哲学の観点からは日本の法制度は安易なパロディによって原作者の意図が歪められたり作品が持つ芸術的なオーラが破壊されたりすることを防いでいる。作品とはクリエイターの魂の延長であり単なる切り売り可能なコンテンツではない。経済的利益よりも作者の精神的利益を優先する日本の姿勢は過度な商業主義に傾くアングロサクソンモデルへの重要なカウンターバランスだという評価がなされ得るのです。海外の反応、批判論調から読み取る改善ポイント、時代遅れの法制度が新しい文化の芽を摘む。はい、しかし、その厳格さが逆に21世紀の新しい文化の創造を阻害している時代遅れの異物だという痛烈な批判もアメリカの法学者やクリエイターから強く主張されています。現代の文化は過去の作品を引用し、批評し、リミックスする中で発展してきたという考え方、いわゆるリミックスカルチャーがその根底にあります。この考えを象徴するのがアメリカの著作権法に定められたフェアユースの規定です。フェアユースが認められるかを判断する際には、主に以下の4つの要素が総合的に考慮されます。1、使用の目的と性格。商業的か、非営利的教育的か。2、著作物の性質。事実に基づくものか、創作性の高いものか。3、使用された部分の量と実質性。作品全体に対してどの程度の量を使ったか。4、使用が現著作物の潜在的市場や価値に与える影響。アメリカの有名な判例にプリティウーマンの替え歌をめぐる裁判があります。ヒップホップグループニライブ・クルーがロイ・オービソンの名曲をプリティウーマンの替え歌を無許可で発表し訴えられました。連邦最高裁判所はこの替え歌が原曲を風刺批評するパロディとして原曲の市場価値を不当に害さない変容的利用にあたる可能性を認め、フェアユースが成立し得ると判断しました。スタンフォード大学のローレンス・レッシグ教授は、その著書リミックスなどで、現代の著作権制度の硬直性が、こうした新しい創造性を阻害していると、長年にわたり警鐘を鳴らしています。彼の思想に基づけば、厳格すぎる許諾文化は、過去の文化を博物館のガラスケースの中に閉じ込め、誰もがそれに触れ、学び、答えることを禁じてしまっているかのようだと批判されるでしょう。ファンが愛情を込めて作る、マット動画や二次創作といった活動が常に訴訟されるかもしれないという恐怖の陰に怯えなければならない現状は、新しい才能が育つ土壌を狭め、文化の新陳代謝を妨げているという極めて深刻な指摘です。改善のポイントとは、守るべきは過去の個々の作品か、未来へと続く文化全体のダイナミズムか。
この問いに対し、日本が世界に示すべき改善ポイントは、日本版フェアユース規定の導入を国家戦略として真剣に検討することです。これはアメリカの制度の単なる模倣であってはなりません。日本の文化的な価値観、特に著作者人格権への深い配慮を盛り込んだ日本独自のハイブリッド規定を創設するのです。例えば、1、非営利のファン活動や批評研究目的の利用は原則として広く自由を認める。これにより正当な批評や研究、そして愛情のあるファンアートなどが萎縮することを防ぐ。2、商業利用の場合は原著作物の市場価値を不当に害さないかなど、より厳格な許諾手続きを求める。特にパロディ作品がオリジナルの代替品となり、経済的損失を与えるようなケースは厳しく制限する。3、判断が難しいグレーゾーンについては、法律家だけでなく、クリエイターや文化研究者も交えた第三者機関、文化著作権 ADR、裁判外紛争解決手続きを設立し、法的類似性だけでなく、文化的価値や表現の変容性も総合的に審査する。これにより、高額で時間のかかる裁判を避け、迅速かつ専門的な判断をクリエイターに提供する。硬直した法律で文化を縛るのではなく、文化の発展とともに法解釈も進化していく。そんなしなやかで強靭な法制度を日本が世界に先駆けて示すことができれば、それは21世紀の創造産業における日本の新しいリーダーシップの証となるでしょう。法的なグレーゾーンが曖昧だからこそ、そこに人間の知恵や仁義といった業界の慣習が生まれる余地もありました。次章では過去のアニメと音楽のパロディの歴史を紐解き、炎上を回避した成功例と逆に泥沼化した失敗例を比較分析します。一体彼らの運命を分けたものは法律ではなかった、何だったのでしょうか。その実践的な教訓を探ります。第7章、過去の事例、アニメと音楽パロディの歴史。歴史は繰り返す。しかし、賢者は歴史から学びます。今回のようなアニメと音楽のパロディをめぐるトラブルは決して初めてではありません。日本のポップカルチャーはいわばオマージュと盗用の曖昧な境界線をめぐる栄光と挫折に満ちた試行錯誤の歴史そのものでした。例えば1990年代に一世を風靡した格闘漫画アニメ、登場するキャラクターたちの名前や技、その立ち姿に至るまで海外の著名なロックバンドやミュージシャン、格闘家のスタイルを明らかにモデルにしていましたが、大きな問題にはなりませんでした。なぜなら作者が雑誌のインタビューや単行本のコメントで元ネタへの深いリスペクトと愛情を繰り返し公言し、ファンもそれを元ネタ探しという楽しみの一つとして受け入れていたからです。これは作り手と受け手の間に、これはリスペクトに基づいた遊びであるという暗黙の了解が成立していた幸福な例です。一方で2010年代にはある人気アニメのオープニング曲が海外の有名バンドの楽曲と酷似しているとネットで指摘され、瞬く間に大きな議論に発展。盗作疑惑を検証する比較動画が拡散し、国内外の音楽ファンから厳しい批判が殺到しました。結果、この楽曲は放送開始からわずか数週間で全面差し替えとなり、制作会社とレコード会社が連名で公式に謝罪する事態に追い込まれました。彼らの運命を分けたものは一体何だったのでしょうか。それは法律の条文だけでは説明できない、より人間的な何かだったのかもしれません。海外の反応、称賛、事前連絡という日本独自の美しい慣習。はい、海外のトップクリエイターたちが日本のポップカルチャーを分析する中で特に感銘を受けているのが、事前連絡や仁義を切るといった日本独自のウェットなコミュニケーション文化です。映画監督のクエンティン・タランティーノ氏は数々の日本映画へのオマージュで知られますが、彼自身影響を受けた深作欣二監督らに対し来日した際に直接敬意を伝えたとされています。彼の創作姿勢から察するに、この日本の慣習は非常にクールなものと映るでしょう。法的に問題なくても影響を受けた監督に事前に挨拶に行くという文化は法律を超えた人間同士の敬意の表れだ。自分の作品が誰かへのラブレターであるならば、そのリスペクトを形にすることはクリエイターとして当然の儀式だという考え方は彼の作品作りにも通底しています。この敬意を形にする文化の最も成功した国際的コラボレーションの例が、フランスの世界的デュオダフトパンクと漫画家の松本零士氏とのプロジェクトでしょう。ダフトパンクの2人は幼少期から宇宙海賊キャプテンハーロックなど松本アニメの熱狂的なファンであったことを公言し、自身のアルバムディスカバリーの全楽曲のミュージックビデオ制作を
正式に松本氏に依頼しました。彼らは当時、音楽雑誌のインタビューで、このコラボレーションを次のような趣旨で語っています。我々の音楽の少し物悲しい宇宙的な感覚は、間違いなく松本先生の作品から影響を受けている。彼に敬意を示し、共に作品を作ることは、自分たちの創作のルーツを確認する、神聖な儀式のようなものだった。結果として生まれた、インターステラ5555は、セリフが一切なく、音楽とアニメーションだけで物語を紡ぐという革新的な作品となり、国境を越える傑作として、今なお語り継がれています。海外のトップクリエイターたちは、この敬意の文化をデジタル時代に失われつつある人間的な温かみと芸術への誠実さの証として賛辞を送っているのです。海外の反応、批判論調から読み取る改善ポイント、閉鎖的な村社会の論理と説明責任の欠如。はい。しかし、その美しい慣習は、一歩間違えれば、閉鎖的で不透明な村社会の論理へと転化する危険性を常にはらんでいます。グローバルビジネスの専門家からは、日本の制作会社との交渉は、非公式な会食や個人的な人間関係、いわゆる根回しで物事が決まっていく。契約書にサインする段階では、全てが終わっている。よそ者には、その暗黙のルールが理解できず、はしごを外されることがあるといった厳しい声も聞かれます。批判の矛先は敬意そのものではなく、その示し方が内向きでグローバルスタンダードに求められる客観的な説明責任を果たしていない点です。経営学者エリン・メイヤー氏は、その著書、異文化理解力の中で、この問題を分析する上で、非常に有効なフレームワークを提供しています。彼女は、日本を典型的なハイコンテクスト文化の国として分析しています。つまり、何を言うかよりも、誰が言うか、そして言葉にされない空気や文脈が重視される社会です。彼女の理論を借りれば、日本のビジネスにおけるこのスタイルが、海外とのビジネスにおいて、深刻な誤解の源泉となり得る、と指摘できるでしょう。ハイコンテクスト文化圏のイエスは、必ずしも同意を意味しません。それは、あなたの話を聞きましたという敬意の表明に過ぎないかもしれない。この暗黙のルールを知らない、ローコンテクスト文化圏のビジネスパーソンは、後になって話が違うと混乱することになるのです。この文化的摩擦がコンテンツビジネスにおいてもトラブルを引き起こします。海外の権利者が事前に話は聞いていたが、ここまでの類似性は想定していなかったと感じたとしても、日本側は仁義は切ったはずだと考える。この認識のズレが法的な紛争へと発展するリスクを常に内包しているのです。改善のポイントとは、日本の誇るべき美徳が世界の非常識になってはいないか。この問いに対し、日本が示すべき改善ポイントは、暗黙知を形式知へと転換するグローバル標準のコミュニケーションプロトコルを業界全体で策定し、実行することです。これは、日本の敬意の文化を捨てることではありません。むしろ、その素晴らしい文化を世界中の誰もが理解し、参加できるオープンなルールへとアップデートするのです。経済産業省や文化庁が主導し、各業界団体が連携して、クリエイティブコラボレーションに関する国際ガイドラインを日英で作成公開する。そこには、1、事前連絡の推奨という日本的価値観を明確な行動規範として明記する。これは努力目標ではなく、プロフェッショナルとしての推奨事項として位置づける。2、連絡手段と回答期限の標準化。連絡は記録が残るメールか書面で行う。原則として30営業日以内に一次回答を行うといった具体的な手続きを規定する。3、クレジット表記の標準フォーマット化。原案、インスパイアードバイ、スペシャルサンクスなど複数の段階に応じた標準フォーマットを提示し、貢献度に応じた適切な敬意の示し方をガイドする。さらに、海外からの問い合わせに一元的に対応するオンライン相談窓口ジャパンクリエイティブリエゾンオフィスのようなものを設立し、言語の壁や小習慣の違いを乗り越え、迅速かつ丁寧に対応する体制を整える。こうした地道な努力が、日本の敬意の文化を内輪の論理から世界から真に尊敬されるグローバルスタンダードへと昇華させるのです。ルールや慣習の違い。そのさらに深い層には、より根源的な価値観の対立が横たわっていました。辞書では、この騒動がなぜこれほど海外、特に欧米の若い世代の感情を逆なでしたのか、その根本原因である礼儀と自由をめぐる文化的な衝突の正体に迫ります。第8章、文化衝突。
なぜ海外は過剰反応と感じるのか、なぜ吉木氏が礼儀として求めたことが、海外の特に若い世代には旧世代の権威による圧力と移ってしまったのか、なぜ制作陣が心を込めたリスペクトが、海外からは説明責任の欠如と冷ややかに批判されたのか、このあまりにも深く、そして悲しいすれ違いの核心には、日本の和を重んじるハイコンテクスト文化と個人の自由や明示的なルールを掲げる欧米のローコンテクスト文化との根本的な価値観の衝突が存在しています。この問題は単なるエンターテイメント業界のゴシップではありません。それはグローバル化した現代社会で異なる文化背景を持つ私たちがどうすれば互いを真に理解し、共に創造していくことができるのかという極めて重い問いを私たち全員に突きつけているのです。海外の反応、称賛、他者への配慮を重んじる日本の関係主義という思想。はい、この日本の他者への配慮の文化を個人主義が行き詰まりを見せる現代社会への重要なアンチテーゼとして高く評価する声が特にヨーロッパの知識人層から上がっています。例えばドイツの社会哲学者アクセル・ホネット氏の承認をめぐる闘争という理論を援用すれば今回の騒動を次のように分析することも可能でしょう。吉木氏の行動は金銭的な賠償を求める権利の闘争ではない。それは自らの創作活動の歴史、そしてその作品が持つ文化的意味への人間的な承認を求める魂の戦いだったと理解すべきだ。彼の怒りは法的な権利侵害に対してではなく、自己の尊厳を支える社会的評価が脅かされたことに対して向けられている。ホネットは人間が自己を肯定的に捉えるためには、愛、私的領域、権利、法的領域、連帯、社会的領域という3つの領域で他者から承認される必要があると論じました。吉木氏の行動は単に著作権という権利の問題だけでなく、長年のファンとの絆やクリエイター仲間からの尊敬といった連帯の領域における承認が一方的に踏みにじられたと感じたことへの人間として自然な反応だったとこの理論は示唆しています。さらに著名な霊長類学者であるフランス・ブバール氏の研究の視点を借りるならば、人間が持つ2つの根源的な欲求の衝突としてこの騒動を捉えることもできます。一つは自らを表現したいという創造への欲求、もう一つはコミュニティに受け入れられ他者との絆を確認したいという所属への欲求です。欧米社会は前者を過度に賛美し後者を軽視してきたのではないか。吉木氏の行動は人間が他者からの承認と社会的な絆なしには真の意味で幸福にはなれないという生物学的な真実を思い出させてくれるという見方もできるのです。こうした論考は個人がバラバラに権利を主張し合う社会ではなく、互いの存在を尊重し合う関係性の中にこそ真の豊かさは存在すると論じます。この日本社会の根底に流れる関係主義の思想は過度な個人主義とそれに伴う孤独感に疲弊した西欧社会が今こそ謙虚に学び直すべき未来への知恵なのかもしれないと結論付けているのです。海外の反応、批判論調から読み取る改善ポイント、同調圧力が個人の自由な表現を殺す社会。はい、しかしその他者への配慮が行き過ぎれば個人の自由な精神を抑圧する強力な同調圧力へと表変する。その危険性を海外メディアは日本のもう一つの顔として極めて厳しく指摘します。アメリカの独立系調査機関ピューリサーチセンターが世界各国で行った世論調査では、社会の調和を維持するためなら個人の表現の自由がある程度制限されてもやむを得ないという意見に対し、日本は先進 G7 諸国の中で突出して高い同意率を示したという結果が出ています。こうした調査結果をもとに海外のジャーナリズムでは日本の見えざる空気が創造性を阻害しているという趣旨の論評がなされることがあります。才能ある若いクリエイターが大御所の感情を忖度するあまり自主規制を繰り返してしまう。その結果、誰も傷つけないが誰も感動させない予定調和の当たり障りのない作品ばかりが生まれる。例えば日本のテレビドラマでは過激なテーマや社会的なタブーに踏み込む作品が減り、スポンサーや視聴者のクレームを恐れた無難な作品が増えていると指摘されることがある。日本のポップカルチャーがかつて持っていた危険で予測不可能な輝きが失われつつあるとすれば、その根本原因はこの見えざる同調圧力が社会全体を酸素の薄い鉱山のように覆ってしまっているからではないか。こうした分析は吉木氏個人の意図とは関係なく、彼の行動が結果としてこの同調圧力を強化する方向に作用してしまった可能性を
鋭くえぶり出しています。若い世代がこの騒動に過剰反応だと感じたのは、彼らがこの息苦しい空気に対し、本能的なアレルギー反応を示したからなのかもしれません。改善のポイントとは、私たちは調和を求めるあまり、挑戦する心を殺してはいないか。この日本の創造性が直面する根源的な課題に対し、私たちが世界に示すべき改善ポイントは何か。それは健全な対立、ヘルシーコンフリクトを恐れず、むしろ奨励する文化を社会全体で醸成することです。全会一致を美徳とするのではなく、多様な意見が真剣に、そして敬意を持ってぶつかり合う創造的なプロセス自体に価値を置く。そのための社会全体の価値観の転換が必要です。1、企業組織においては、会議であえて反対意見やリスクを指摘する役割を担うデビルズアドボケート、悪魔の代弁者制度を正式に導入する。これは企画や提案に対し意図的に弱点や欠点を探し、批判的な視点を提供する役割であり、欧米の多くの企業では意思決定の質を高めるために採用されている。空気を読んで沈黙する人よりも勇気を持って論理的に異論を唱える人を人事評価で高く評価する仕組みを構築する。2、教育現場では小学校から大学までディベートやクリティカルシンキングを必須科目として徹底的に行う。自分の意見を論理的に構築する力、相手の意見を敬意を持って聞く力、そしてより良い結論のために自らの間違いを認める知的誠実さを徹底的に訓練する。3、そして社会全体でメディアが率先して多様な意見の衝突から新しい価値が生まれる成功事例を積極的に報じる。異なる意見は社会を破壊する分断ではなく、社会をより豊かにする多様性なのだという認識を国民的なコンセンサスへと高めていくのです。真の調和とは、すべての人が同じ色になることではありません。赤、青、黄色、それぞれの色がそれぞれの輝きを失わずに共存できる虹のような状態のことなのです。文化の衝突、世代の断絶、ファンの分裂、混沌を極めたこの騒動は、しかしある時点から驚くべき変化を見せ始めます。激しい議論の中からやがて静かな和解の芽が生まれていくのです。次章ではその後の展開を追い、この一連の出来事が結果として日本のコンテンツ産業に何をもたらしたのかを分析していきます。第9章、その後、炎上から和解への道筋。嵐の後には凪が来る。しかし、その海はもはや以前と同じ海ではありませんでした。吉木氏のファンへの配慮に満ちた成熟した声明、ランダ男性作委員会からの敬意と対話の意思を示す真摯なコメント、そして何よりも双方のファンたちの中から少しずつ生まれ始めた歩み寄りの声、これらが静かですが大きなうねりとなり、インターネットの議論の熱は次第に落ち着いていきました。対立の時代は終わりを告げようとしていました。しかし、その先に待っていたのは単純なハッピーエンドではありません。この痛みを伴う経験は、すべての関係者に予想もしなかった贈り物と、そしてこれまで誰も気づかなかった新たな宿題を突きつけていたのです。海外の反応、賞賛、逆転現象によって新たなファンを獲得した奇跡の展開。はい、海外のマーケティングやメディア研究の専門家たちの視点から見れば、この騒動の顛末は炎上が結果的に関係者全員にポジティブな効果を生み出した極めて稀なケーススタディだと大きな驚きを持って分析される可能性があります。実際、この騒動をきっかけに、これまで x ジャパンというバンドに全く触れることのなかった若いアニメファンたちが、ヨシキって誰？紅ってどんな曲なんだ？と強い興味を持ち、YouTube や各種ストリーミングサービスで彼らの楽曲の再生数が世界的に急上昇したのです。逆に x ジャパンの長年のファンがけしからんアニメだと批判的な目でダンダダンを見始め、その圧倒的な作画クオリティと奇想天外なストーリーに魅了され、いつの間にか熱心なファンになってしまうという現象が世界各地で相次いだのです。思想家ナシーム・タレブが提唱したアンチフラジャイル、反脆弱性という概念を借りれば、この現象をうまく説明できます。アンチフラジャイルとは、衝撃やストレスによってダメージを受けるどころか、むしろより強靭になる性質のことです。
ダンダダンとヨシキという2つの強力なブランドは衝突という衝撃によってお互いのファン層という壁を破壊し、これまで交わることのなかった新しい顧客層との出会いを強制的に創出したと分析できるのです。この分析は対立が必ずしもネガティブな結果だけを生むのではなく、時にはコミュニティの壁を破壊し、新たな文化の融合を促進する強力な触媒となり得ることを示唆しています。海外の反応、批判論調から読み取る改善ポイント、曖昧な決着が問題の根本解決を先送りにした。はい。しかし、この一見すると奇跡的な結末に対し、結局、物語の最も重要な核心部分は何一つ解決されていないではないかと、冷ややかな視線を送る声も、海外のジャーナリズムの世界からは強く上がっています。日本の和をもって尊しとなすという美徳が、問題の本質を曖昧な霧の奥に隠してしまったという批判です。このような批判的な視点からは、次のような問いが投げかけられます。結局、著作権侵害はあったのか、なかったのか、制作委員会は公式に謝罪したのか、していないのか、具体的な再発防止策は社会に対して示されたのか、その答えは全てノーだ。全てが当事者同士の感情的な歩み寄りという極めて日本的なウェットな形でうやむやにされてしまった。これでは次に同じ問題が起きても、そこから得られる教訓は何もない。日本の社会や文化を専門とする海外の研究者からは、こうした曖昧な決着がグローバル社会においては深刻な不信感の源泉となり得るという指摘がなされることがあります。契約やルールに基づいて物事を判断する文化圏の人々から見れば、この態度は問題の根本解決を先送りにする無責任な態度と映る可能性があるのです。この批判は、和解という美しい物語の裏側で何も学ばれず、何も制度化されなければ、それは単なるその場しのぎに過ぎないという厳しい現実を私たちに突きつけています。改善のポイントとは、和解はゴールではなくスタートであるべきです。この曖昧な決着という耳の痛い批判に対し、日本が世界に示すべき改善ポイントは何か、それは教訓の制度化、インスティテューショナライジングレッスンズを社会のインフラとして徹底することです。騒動が沈静化した今だからこそ、当事者であるソニーグループやダンダダンの制作委員会が率先して今回の問題の詳細な経緯、原因分析、そして具体的な再発防止策を包み隠さず記したホワイトペーパー、白書を作成し、日英両方で社会に公開するのです。これは自らの失敗を晒すネガティブな行為ではありません。一つの組織が痛みを伴って得た失敗の経験を業界全体の、ひいては社会全体の貴重な共有財産へと転換する勇気あるリーダーシップの発揮です。そしてそのホワイトペーパーをもとに、1、音楽やアニメの業界団体、そして邦楽界がより具体的なガイドラインや法改正案を政府に提言する。2、大学やビジネススクールがこの事例を未来のクリエイターや経営者を育てるための最高の教材として活用する。3、メディアがこの一連のプロセスを継続的に報じ、社会の関心を維持する。一つの事件をその場限りのゴシップで終わらせるのではなく、社会全体の知的なインフラとなる教訓へと昇華させていく。その地道で知的なプロセスこそが、世界が真に尊敬する日本の改善の本質ではないでしょうか。対立から相互理解へ、そして新たな課題の発見へ、この一連の騒動は私たちに多くの貴重な教訓を残してくれました。では、これらのすべての議論を踏まえ、日本のコンテンツが世界で単に消費されるだけでなく、真に愛され、そして心から尊敬される存在となるためには、私たちは具体的に何をすべきなのでしょうか。最終章では、この壮大で、そして極めて重要な問いに対する未来への提言を皆さんと一緒に考えていきたいと思います。第10章、教訓。これから日本のコンテンツが世界で成功するために、未来は予測するものではない。我々が自らの手で作り出すものだ。吉木氏のたった一行のツイートから始まったこの壮大な物語は、日本の創造産業全体がグローバル化という避けることのできない巨大なうねりの中でどう進化していくべきかという極めて重い問いを私たち全員に突きつけました。対立、炎上、分裂、そして和解。この痛みを伴う旅路で得た数多くの教訓を私たちは決して無駄にしてはならない。この経験を次なる創造の世紀へとつなげる具体的な羅針盤を今こそ示すべき時です。海外の反応、称賛、失敗から学び、進化する日本のレジリエンス、回復力。
はい、海外の識者たちがこの混沌とした騒動のその先に最終的に希望の光を見出している点があります。それは日本文化がその DNA の奥深くに宿している驚くべきレジリエンス、すなわち失敗や危機からしなやかに学び自己修正していく驚異的な回復力です。国際的なビジネス誌などではこの騒動を日本社会が健全な免疫システムを失っていないことの力強い証明だと高く評価するような論考がなされる可能性があります。トップダウンの整然とした改革ではない、カオスと混乱に満ちた極めて人間的なプロセスを経て、クリエイターとファン、そして企業は対話と相互理解の重要性を自らの痛みを通じて学び取った。多くの西欧企業が計算され尽くした無味乾燥な声明を出すのに対し、今回の日本のケースは不器用で感情的で予測不可能だった。しかし、そのカオスの中にこそ、組織が、そして社会が本当に変わるための本物のエネルギーが宿っているのだ。組織論の権威であるハーバードビジネススクールのエイミー・エドモンドソン教授は、心理的安全性の重要性を説いていますが、彼女の理論の視点を借りるならば、この何度打ちのめされても立ち上がり、より良い形を試行錯誤しながら模索し続ける日本社会のレジリエンスこそが AI にも代替不可能な不確実な21世紀における最大の競争優位になり得ると結論付けることも可能でしょう。海外の反応、批判論調から読み取る改善ポイント、場当たり的対応を超えた持続可能なシステム構築の必要性。はい。しかし、そのレジリエンスという美徳が、結局は特定の個人の頑張りやカリスマ性、そして偶然といった極めて俗人的な要素に依存している限り、その国の未来はあまりにも脆い、と海外の経営コンサルタントは極めて冷静に指摘します。グローバルな経営コンサルティングファームなどが日本の組織を分析する際、しばしば次のような構造的な問題が指摘されます。日本の改善は製造現場などのミクロなレベルでは今なお世界最高水準だ。しかし、その貴重な教訓を誰がいつどこでやっても同じ高い結果が出せるような客観的で再現性のある持続可能なシステムへと昇華させることが極めて苦手なのだ。今回の和解も、吉氏個人の並外れた懐の深さや彼がアニメ文化に深い理解を持っていたという偶然に大きく依存しています。もし次に別の問題が起きたとき、その相手が同じように幸運な対応をしてくれる保証はどこにもありません。こうした分析は日本企業は嵐に耐えることには長けているが、その教訓をもとに船の設計図そのものを根本から書き換えるというシステム思考が決定的に欠けている。個人の才能やその場の空気に依存しない強靭な仕組みを構築しない限り、日本は永遠に同じような嵐に翻弄され続けるだろうと、単なる精神論からの脱却と経営思想の根本的な転換を厳しく促しているのです。改善のポイントとは、私たちは一人のカリスマに文化の未来を委ねすぎてはいないか。この日本の創造性が直面する根源的な課題に対し、私たちが示すべき究極の改善ポイント、それはこれまでの全ての議論を超越するクリエイティブ産業における新しい社会契約の国民的な締結です。これは単なる法改正や業界のガイドライン策定といった対症療法ではありません。政府、業界、企業、そしてクリエイター個人が一体となり、来たるべき新しい時代のルールと価値観を社会全体で共有する国家的な合意形成を目指す壮大でしかし必要不可欠なプロジェクトです。この新社会契約は主に4つの柱で構成されます。1、法整備。著作者人格権という日本の美徳を尊重しつつ、批評や研究、そして非営利のファン活動などを広く許容する日本版フェアユース規定の導入を国家として本格的に議論し、法制化を目指す。2、業界標準の確立。各業界団体が連携し、第7章で提言した国際標準のコミュニケーションプロトコルや相談窓口、ジャパンクリエイティブリエゾンオフィスを具体的な社会インフラとして整備、運営する。3、教育。美術大学や音楽大学のカリキュラムに国際的な著作権知識、多様な文化への感受性、そして危機管理能力といったグローバルビジネスリテラシーを必須科目として導入し、世界で戦える次世代のクリエイターを育成する。4、テクノロジーの活用。国や業界が主導し、AI を活用した中立的なプラットフォームを構築する。
そこではクリエイターが自らの作品と既存作品との類似性を事前にチェックできる機能や権利者との円滑なコミュニケーションを支援するマッチング機能などを提供する。これによりクリエイターを法的な不安から解放し、本来の創造的な活動に集中できる環境を整えるのです。個人の頑張りや精神論に頼る20世紀の成功体験の時代は完全に終わりました。社会全体のシステムとして創作の自由と敬意の文化を世界で最も高いレベルで両立させる。それこそが日本のコンテンツ産業を次の100年へと力強く導く唯一確実な、そして世界が心から尊敬する日本の道筋なのです。終わりに。吉木氏の一本のツイートから始まった私たちの長い旅はここで一つの終わりを迎えます。しかし本当の物語はこの動画を見終えたあなたのその場所から今始まります。あなたならクリエイターの魂の自由とレジェンドへの心からの敬意が共に未来永劫を輝き続ける。そんな新しい日本の創造の形をどう作りますか。賛成、批判、そして改善の道筋、様々な視点から世界のリアルな反応をお届けしました。ぜひあなたもこの賛否の輪に加わっていただけると心から嬉しいです。あなたのそのたった一つの声がこの国を、そしてこの世界の文化をより豊かに、より素敵な場所へと育ててくれます。ぜひあなたの率直な感想をコメント欄で教えてください。もし私たちの分析が少しでもあなたの心に響いたならいいねとチャンネル登録もいただけると本当に嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。